SD カードの方が調子悪くてですね、記録された映像が途中で止まってしまったりですとか、128GB を使っているんですが、64GB 付近なんでしょうかね。リチウムイオンというのはもう使われることはないんだろうなというような。はい、皆様こんにちは。本日はDJI Osmo Action 4を使いましてモトブログの方を行っていきたいと思います。実は前回ですね、目的地の方にカメラをいろいろと変えつつですね、走行の方をしていたんですけれども、肝心のですね、目的地についてこちらのアクション4で撮影を行っていたんですが、これ以前にもあったんですけれども、マイクロ SD カードの方がエラーが出て、それで動画の方がダメになってしまったということがあったんですけれども、実は今回も同じようにですね、SD カードの方が調子悪くてですね、記録された映像が途中で止まってしまったりですとか、いろいろとですね、不都合がありまして、肝心の目的地に到着した映像というのが撮れていなかったんですね。撮れてはいたんですけれども、使えるような映像ではなかったんですね。それは帰宅してから気づいたんですけれども、そしてちょこっとですね、使える部分だけは、ワイプで入れておこうかなというふうに思いますが、帰宅してですね、まず SD カードの方のエラーチェックをかけてみたんですよね。そうしましたら、どのぐらいだろう、4セクタぐらいかな、エラーになっていたんですよね。エラーチェックで弾かれてしまいましたので、この SD カードはちょっと使えないなというふうに思いまして、今回ですね、他の SD カードの方持ってきたんですけれども、そちらを使って録画の方ができているのではないかなと思うんですけれども、マイクロ SD カードのエラー箇所はですね、どうでしょうね、順当に録画していくと中盤ぐらいになるのかな。ですから容量的には 128GB を使っているんですが、64GB 付近なんでしょうかね。その辺でエラーのセクタがありましたので、普段はあまり使わないカメラの方にそのエラーをですね出力してしまったカードの方を使おうと。そして今回ですね、こちらのカメラの方に使っております SD カードと言いますのは、念のためですね、エラーチェックの方をかけまして問題ないものを使っておりますので、多分ですね、今後撮影したものがエラーで再生できなくなってしまっているというようなことはないと思いますので、しばらくはですね、様子の方を見ていこうと思いますが、さて今回の目的地なんですけれども、もうそろそろですね、桜の方が咲いているということだと思いますので、見に行こうかなと。そしてこれから向かう場所の前にですね、一箇所見に行ってみたんですけれども、まだ咲いておりませんでしたので、市内のですね、開花情報あるところを探してですね、そちらの方に向かってですね、これから行こうかなと思っているんですけれども、天候は曇りなんですよね。本当は晴れた日が良かったんでしょうけれども、曇りは曇りで影が柔らかくなりますので、写真なんか撮るときにはいいと言えばいいんですけれどもね。そして前回の目的地に向かう途中にですねしていたお話というのはですね、
電池の件だったんですよね。今電池といえばですね、リチウムバッテリーの方が主体になっていて、その他の電池というのは、蓄電池ですね。と言いますのは、あまり取り沙汰されていないと思うんですけれども、今回のお話はですね、その中でもまだ実際に市場だとかにはそんなに出回ってはいないんですけれども、開発の方は進んでいるというような電池の件なんですよね。トヨタの方で全固体電池ですとか、あと何でしたっけ、先日ちょっと YouTube の方で拝見したんですけれども、すごく細い糸みたいな髪の毛ぐらいの細さの蓄電池というようなものがですね、現在開発されているというような内容をちらっと見かけたんですけれども、そういうような電池がですね、一般の方に普及いたしますと、多分リチウムイオンというのはもう使われることはないんだろうなというような、本当に非常に優れた蓄電池なんですよね。充電時間は非常に短い。それでいて使用できるバッテリーは非常に長持ちすると。理想的なバッテリーですよね。確か全固体電池でしたっけ。車に利用した場合、だいたい15分20分ぐらいで満充電されて、しかも1000キロ以上走行することができるというような内容だったと思ったんですけれども、今現在のリチウム主体の車のバッテリーといいますか、駆動用のバッテリーですけども、リチウムが使われておりまして、発火性ですとか爆発ですとかという懸念事項があるんですよね。世界各国を見るとですね、今でこそハイブリッドの方は見直されていますけれども、全部バッテリーで駆動する EV 車というのがですね、海外ではですね、EV 車の方が主体になっていたりですとかしますので、そして爆発した、発火したというようなことがですね、結構 YouTube の方でアップされていたかと思いますけれども、そういうような面もですね、非常に安全になるというような電池が全固体電池と、もう一つ、その繊維のように細い蓄電池、それを束にしてですね使うらしいんですけれども、そういったですね電池が市販品として使われるようになったらですね、かなり使い勝手の方もいいと思うんですよね。それは車ですとかバイクだけに限らず、いろいろなものとして使えると思いますから、例えばですけども、身近なところで言えばモバイルバッテリーとかですよね。今までは数時間かかっていたものがものの数分で終わるようなモバイルバッテリーが出てくるのではないかなと思いますしね。そうすると生活がですね、一気にガラッと変わると思うんですよね。今まで充電というものにかかっていた時間が非常に短い時間で済みますので、使い勝手はいいですよね。で、充電サイクルの方が1000回以上とも言われておりますし、1万回以上とも言われておりますし、ですから楽しみといえば楽しみなんですけれども、そんな内容のお話をですね、前回いろいろとしていたんですけれども、そろそろですね、目的地に近づいてきましたので、目的地は目的地といたしまして、撮影の方をしていきたいと思いますので、本日の走行動画、
元ブログはこの辺で終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。